今日は豚丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚丼を作りたいと思います。はい、ということで今回は味がしっかり染み込んだとても美味しい豚丼を作っていきたいと思います。豚肉を煮込む時のコツだったりとか、あとは味をしっかり染み込ませる方法などご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの切り落とし、玉ねぎ、お醤油、お砂糖、みりん、料理酒、蜂蜜、おろし生姜、だしの素、お水、そして盛る時にご飯とあとは紅生姜もトッピングしたいと思います。ということで今回はこちらの材料で作っていきます。今回使用するお肉は豚バラの切り落としです。こちらはですね、細切れ肉などお好みのお肉を使っていただいて OK です。そして今回の味付けの隠し味はこちら、蜂蜜です。こちらの蜂蜜を加えることでコクがアップしてとても美味しく仕上がります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず玉ねぎを切っていきます。この玉ねぎの芯の部分を切り落とします。あとは繊維に沿ってだいたい5ミリから1センチ幅ぐらいを目安に切ってください。はい、で切ったらね、玉ねぎはばらつかせておきます。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。それではフライパンかまたはお鍋を用意していただいて、ここに調味料をまず入れます。まずお醤油、料理酒、みりん、お砂糖、だしの素。今回私はかつおだしを使ってます。こちらはお好みで昆布だしを使っていただいても OK です。そしておろし生姜で、あとはですね、今回の隠し味蜂蜜を入れます。そしてあとはお水ですね。そしてこちらを一度混ぜましょう。まだね、火にかけてない状態です。はい、そして全部混ぜたらここに先ほど切った玉ねぎを入れます。はい、そうしましたら火にかけます。火加減弱めの中火でこのまま玉ねぎが半透明ぐらいになるまで煮込んでいきます。はい、玉ねぎが半透明になりました。今ね、火にかけて4分加熱しました。そしたらこちらにお肉を入れていきます。で、入れる時はね、あんまり塊にならないようにちょっと剥がしながら入れていきましょう。で、少しね、入れてる時は火加減弱火にしてください。はい、お肉を全部入れ終わりました。そしたら火加減を弱めの中火に戻します。で、ちょっとね、こう箸でほぐしながらね、加熱していきます。で、9割ほどね、火が通ったら火加減をまた弱火にしてください。このまま5分間煮込んでいきます。で、煮込んでる最中にアクが出てきた時はその都度すくってください。はい、今5分経ちました。いい感じでね、お肉に味がどんどん染み込んでます。それではここで一旦火を止めます。こんな感じですっごく美味しそうに仕上がってます。ここで召し上がっていただいてもいいんですけれども、これをね、一旦冷ましてからその後食べる時にもう一度温めていただくことで、より味がギュッと染み込んで美味しくなります。そして冷ます時は落とし蓋をして冷ましていきます。今回私はクッキングシートで落とし蓋を作りました。これを上に乗せてこのまま一旦冷まします。はい、冷めました。それではこちらの落とし蓋を取ります。見てください。先ほどよりもね、味がしっかり染みてます。それではですね、こちらもう一度温めます。で、ちょっとね、混ぜながら温めましょう。はい、OK です。そしたら火を止めます。これで完成です。美味しそうに仕上がってます。それではこちらをご飯に盛り付けます。はい、これで豚丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉にもしっかり味が染み込んでとても美味しそうに仕上がってます。玉ねぎもしっかりね、味が染みてますね。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずお先にお肉だけいただきます。しっかり味が染みててすごく美味しいです。お肉も柔らかいし、あとね、この味の染みた玉ねぎも最高に美味しいです。ではご飯と一緒にいただきます。もうこれは間違いなく美味しいですね。
もうご飯が進みますね。今回ね、つゆだくにしたのでご飯にもね、しっかり味が染みてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚丼のポイントです。まず豚肉なんですけれども、今回私は豚バラの切り落としを使いました。このお肉の部位に関しましては、お好みのものを使っていただいて OK です。そして煮込む時のポイントです。煮込む時は、まずはじめに玉ねぎが半透明になるぐらいまで煮込んでください。半透明になったらお肉をその後加えるんですけれども、お肉を加える時は手で広げながら入れるようにしてください。塊のまま入れてしまうと、お肉が硬くなっちゃったりとか、あと火の通りも悪くなってしまいます。ちょっとひと手間なんですけれども、こうしていただくと均一に味も染みやすくなります。そして煮込んだ後なんですが、すぐ召し上がっていただいてもね、もちろん大丈夫なんですが、こちらを一度冷ましていただくことで、より味がギュッと染み込んで美味しくなるので、お時間に余裕のある方は一度冷ましてから、そして食べる時に温めて召し上がってみてください。今回はね、このままシンプルに食べたんですけれども、ここに温玉を乗せたりとか、ネギをたっぷり乗せたりとか、いろいろお好みでアレンジできると思います。あとはね、ちょっと汁を切ってお弁当のおかずにしていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。